こんにちは、ペンタロウです。おしゃれバイクと思ってうっかり買うと体が砕かれるヤマハの XSR900GP。 ペンタロウもヤマハの修行僧に入門してみたので、早速走行感覚などレビューしてみたいと思います。1、走行感覚。まず特徴的なのが3気筒エンジンで、ヤマハの900シリーズに共通で使われているエンジンです。同クラスの4気筒エンジンと比べると低回転のトラクション感があって、機敏にスイスイ走るイメージです。2気筒エンジンと比べるとエンジンの振動やノイズを感じにくいので、単気筒や2気筒が苦手な人もあまり違和感なく乗れそうに思います。 888cc という大きすぎず小さすぎない排気量もあり、おおむねどんな道でも気持ちよく走れるので、これに慣れると乗り換え先を選ぶのが難しくなるかもしれません。3気筒エンジンはよく2気筒と4気筒の良いとこ取りと言われますが、確かにその通りだと思います。ただ逆に言えば悪いとこ取りとも言えて、2気筒ほどの瞬発力はなく、4気筒ほどのエンジンの伸びやかさもなく、そういう方向性が好きな人にとっては中途半端に感じるのかもしれません。個人的には満足度が高いと感じるバランスで、とても楽しく走れています。このエンジンは原動機が N722E と MT-09、YZF-R9 も全て同一となっています。エンジンが4気筒エンジンよりコンパクトなことも影響しているのか、走行感覚が軽快です。900cc クラスになるとおよそ4気筒エンジンが多いので、車重レスポンスともヤマハの900は他社バイクより軽々走る感覚があります。直進安定性も申し分なく、ハンドルを取られやすい路面や高速走行でも常に安定して走れます。車重は200キロとこのクラスでは軽めで、重量バランスやハンドルの高さなどがペンタロウの身長にはちょうどよく、軽々取り回しできます。セパレートハンドルは手で支える位置が低めなので、バーハンドルに比べて左右の傾きバランスを調整するのに慣れが必要ですが、 XSR900GP はセパレートハンドルにしては転がしやすいので、このクラスとしては取り回ししやすい部類と見て良いと思います。個人的にはスズキ GSX-8R より軽く動かせる感覚で、 CB400 スーパーフォアより取り回しに気を使いませんが、身長などによって体感は違うので、気になる人は実際に触ってみてください。回転半径が大きいことはマイナスポイントですが、それについては後で数値比較をまとめます。 XSR900GP の旋回感覚は優秀です。セパハンは特にバイクごとの個性に慣れていないと初見では旋回づらいと感じることもあるようですが、 XSR900GP はハンドリングのバランスが秀逸で、とても自然に旋回してくれます。このハンドリングを堪能できるなら、厳しい前傾姿勢も我慢ができるでしょうか。心地よいハンドリングが好きで3気筒エンジンの感覚が合う人、そしてスタイルが好きなら XSR900GP はきっとマッチすると思います。2、操作系などパワーや車体の制御が電子化されているので、各種設定を個別に調整できます。プリセットモードはデフォルトで、スポーツ、ストリート、レインの3種類があるので、深いこだわりがなければここから選んで問題ありません。ストリートにしておくとどれも真ん中くらいになっているので、まずはこれを選んで、気になる場合は個別調整で良さそうです。カスタム設定も可能で、パワーデリバリーモードは4段階、トラクションコントロールシステムは3段階、スライドコントロールシステムが3段階、リフトコントロールシステムは3段階と、それぞれ個別にセットできます。パワーモードはいずれも極端に P キーで扱いづらいことはありませんが、1から4で結構変わるので、自分に合うようにコントロールしやすいです。またクイックシフターは加減速どちらでもアップダウン可能なのがデフォルトですが、アップを加速時のみ、ダウンを減速時のみにもそれぞれ変更できます。電子制御スロットルなので、右手の反力はいかようにも調整できるはずなのですが、 XSR900GP は少し重めなので、個人的にはずっと掴んでいると疲れます。ホンダ CB1300 も重めですが、それに近い重さを感じます。ペンタロウは速度固定のクルーズコントロールを普段はあまり使いませんが、 XSR900GP や CB1300 の場合は高速道路長時間走行などで積極的にクルーズコントロールを使いたくなってきます。スズキの GSX-8 シリーズはクルーズコントロールがありませんが、反力が大きくなく、ペンタロウの握力では全然疲れないので楽です。クルーズコントロールありなしに関わらず、そういう絶妙な重さになっていると使いやすいので、ちょうどいい重さを導いてもらえると個人的な好みとしてはとてもありがたいなと思います。ギアの対応速度がマニュアルに書いてありますが、2速20キロ、3速25、4速30、5速35、6速40となっていて、かなり低速で走っても OK という設定になっています。6速40キロを説明書で許容しているのは珍しいですね。ヤマハは700シリーズも同じように6速40対応です。テネレ700はより低回転対応で6速35キロからいけるとなっています。この辺は車両の特性とメーカーの思想にもよるかもしれません。ホンダ CB1000F は6速65キロからと全体的に高回転指定です。スズキ GSX-8S シリーズは6速50キロとなっています。
XSR900 シリーズのギア比は日常の走行では十分扱いやすく、雑にギア選択していても割とどうにでも走れます。標準装備のクイックシフターの制約はアップ2000回転以上、ダウン1600回転以上となっていて、チェンジ可能マークがメーターにあるため一応見ると判断できますが、小さいので見づらいため微妙です。常用回転域からすると回転数を気にしなくてもおよそいつでもクイックシフターでチェンジできると思って良いので、それほど問題ありません。対応回転数が高めのバイクの場合は頭で考えながらクラッチ切るか判断するため、使う回転域と設定の相性が良いのは助かります。サスペンションは KYB 製の GP 専用です。デフォルトのセッティングは多少固めですが、フロントリアともスプリングプリロードと減衰力をそれぞれ細かく設定できるのでいかようにもなります。デフォルトでも高速道路の継ぎ目やわだちなども普通にいなしてくれます。現代のバイクなのでシート下は何も入らないと思って良いです。 ETC スペースは一応あるのでそれでほぼ終わりです。車載工具も入れるところがないようでプチプチに入れて渡されるという素敵な仕様でした。バッテリーは非常にアクセスしやすいので充電や交換作業が楽そうです。3. ロングツーリング適正。さて皆さん気になるであろう乗車姿勢ですが、前傾率は175センチで 56.2%、160センチで 65.7%、驚異の鬼前傾です。ペンタロー前傾率ランキングでは国内メーカー全ての中で堂々の6位と圧倒的な前傾率を誇ります。さすが前傾のヤマハ。こんな悪魔のような状況でありながら、ヤマハのウェブサイトによると快適性も考え抜いたライディングポジションというおいおいどうしたと突っ込まざるを得ない土地狂った言葉が書いてあります。何を考え抜いたんだ、夢でも見たか。さらに読むと、セパレートハンドルを採用しながらも角の前傾姿勢にならぬよう垂れ角や絞り角を調整し、シート形状とヒップポジションを合わせて最適化、ステップの高さや前後位置のバランスも測った。これらのセッティングによりレーシーな雰囲気でありながらも週末のツーリングや日常の街乗りなどで楽しめる快適性を確保。ステップ形状やシート形状の最適化により体の一部分に負担をかけることなく、高速道路を走り目的地のセカンダリーロードを気持ちよく走ることができる。大嘘つきですね。信じられない暴挙だと思います。まあ確かに R7 との比較図の通り R7 よりちょっとハンドルが手前でちょっと上、ステップはちょっと下で R7 と比べるとちょっと楽なのは確かなのですが、そもそも R7 はホンダの RRR、ヤマハ R1、R9 に次ぐ最高峰レベルの厳しい乗車姿勢なので比較対象がもうおかしいです。ビットコインで一山当てたけどビル・ゲイツと比べるとお金持ちじゃないから庶民なんて大丈夫と言ってるようなものなので、皆さん真に受けないようにしましょう。ただちょっとだけヤマハの優しさを感じるポイントとして、ステップ位置をちょっと下げられるようになっています。デフォルトの位置は XSR900 より上のスポーティーポジションですが 1,2 センチ前後下げられるので、そうするとほんの少し心の平穏が保てるかもしれません。シート高は 835mm、 シートとステップの垂直距離を画像から推定すると 475mm くらいです。 XSR900 は 495mm くらいなので2センチくらい上になっています。 CB1000F ノーマルシートも 495mm くらいなので、この辺りより膝は窮屈になります。ペンタローは175センチまた下82センチですが、普通に乗っていると当然のスポーティー感というか窮屈感で、高速道路を長時間連続走行していると膝が死にます。エコノミー症候群にならないようたびたび足をプラプラしてストレッチしながら長旅すると良いでしょう。辛い人はステップを下の位置に付け替えてみてください。ハイパー前傾姿勢なのでケツ板にはなりにくいと思います。クラッチレバーはこのクラスでは軽い方です。アシストスリッパークラッチなしの 400cc くらいなので楽ですね。 CB1000F より軽く感じて GSX8 シリーズよりだいぶ軽いです。 Z900RS よりちょっと軽いかなどうかなくらいでしょうか。クイックシフターもデフォルトなので左手が疲れることはあまりないかと思います。積載力は初期状態でほぼゼロで、キャリアなど増設したいところなのでいろいろ調べてみました。 XSR900 用には純正オプションで SW モテックのサイドキャリアがありますが、ボルトの関係でこれをそのまま使うより XSR900GP 用の SW モテックサイドキャリアを調達するのが良さそうです。エンデュランスのリアキャリアも販売されていて耐荷重 8kg です。見た目はさておきがっつり積むならこれが良いですね。燃費と航続距離ですが、燃費リッター 21.1kg、タンク容量14リットル、航続距離は 295.4km とちょっと短めです。ペンタロー燃費実測は都市部の下道18くらい、高速25くらい、平均20前半といったところで、遠出なら限界で300キロごと給油くらい走れそうです。
CB1000F よりスペックは多少増し程度ですが、CB1000F は実際の燃費が悪いので、実際は XSR900 の方がだいぶ長いです。航続距離が長い方が良い人は GSX-8T が370キロくらい、Z900RS が350キロくらいとなっているので、そちらの方がおすすめです。高速道路に欠かせないスクリーンの整流効果ですが、見た目結構大きいカウルがついているので期待できそうに思いますよね。ただ実際はかなり前傾になって頭が前に出ることもあり、胸周りはカットできるものの頭には風が全開で直撃します。風切り音はネイキッドより多少あるかなというくらいで、特別増える感じではないので気にしなくて良いと思います。ただ風切り音は身長によって違うので、そこは注意してください。伏せて乗ればそれなりに風をいなせます。120キロは走行性能的には全く問題なく走れるものの、長距離ツーリングの連続走行は期待しちゃダメですね。走行安定感は十分で、高速道路連続走行に不安はありません。加速力はとてつもなく余裕のある水準で、6速で80キロ100キロからでも一瞬で追い越しできます。2気筒ほどの瞬発力は感じないものの、十分な扱いやすさだと思います。4、価格と維持費。車両価格は従来継続カラーが税込み143万円、イエローが税込み146万3000円です。ファミリーの XSR900 は132万円、アイボリーは135万3000円なので、およそ10万円くらい高い設定になっています。最近話題のホンダ CB1000F は139万7000円、ヘッドライトカウル付き SE が159万5000円、Z900RS はスタンダードが152万9000円、SE が183万7000円、カフェが154万円、GSX-8T は T が129万8000円、TT が138万6000円。ビキニカウル、ハーフカウル付き仲間を価格順に並べると GSX-8TT、XSR900GP、Z900RS カフェ、CB1000F SE という順になります。8TT と GP は ETC がオプションなので、それを入れるとあまり価格差はなくなります。こう見るとあまり値上げしなかった Z900RS カフェがコスパ良い感じがしますね。燃費はリッター 21.1 キロ、燃料は廃屋です。オイルは 2.8 リットル、フィルター交換時 3.2 リットルとクラスにしてはやや少なめで経済的な方ですね。参考までにホンダ CB1000F は 2.6、2.8 リットルとさらに優しいです。バッテリーは YTZ10S、こちらもよくあるタイプです。CB1000F や CB400 スーパーフォアも同じで、通販で1万円ちょっとです。台湾ユアサなどなら5000円ちょっとくらいと、それほどコストが重くありません。タイヤはフロント120/70、リア180/55、ともに17インチです。このクラスの競合バイクはほぼどれも同じタイヤサイズなので、タイヤに関しては標準的なコストになります。純正装着同等品が前後セットで Amazon などで3万円くらいで売っているようで、さらに安い銘柄を探せば工賃込み3万円台もいけそうでしょうか。全体的に維持費は今時の大型普通クラスで、ホンダ CB400 スーパーフォアクラスとほぼ一緒と見て良いです。5、メーターと視界。メーターは現行 XSR900 と共通になっていて、まずまず見やすいです。タコメーター的な表示がデフォルトですが、4パターンから選べるので、おおむね使い勝手に困らないと思います。背景は白黒選べます。ミラーはバーエンドミラーです。バーエンドミラーというと賛否両論ありますが、XSR900GP については賛否はないでしょう。おそらく満場一致でマイナスではないかと思います。XSR900 や GSX-8T のように、バーハンドルの場合は視線移動がそれほど多くないので好みが分かれる程度ですが、セパレートハンドルにバーエンドミラーは公道を走るなと言っているくらいに極悪です。ミラーはカウルミラーのように前にあるほど視線移動が少なくて済みますが、その分自分の体が視界を遮るのでミラー内の視野範囲は狭くなります。逆にバーハンドルにつけられたミラーは視線移動は多くなる分視界を遮りにくくなります。バーエンドミラーはさらに外側に行くので、その特徴が顕著になり、視線移動がかなり多い分ミラーの視界は広くなります。セパレートハンドルは前傾姿勢にもなり、頭の真横に近い位置にミラーが来るため、頭を横に振らないとミラーが見えません。そのため安全性が損なわれますが、さらに XSR900GP のミラーは面積が小さめで、映る面積が狭く、とにかくいいところが一つもありません。ここはホンダのホーク11を見習ってほしかったですが、専用設計ミラーで価格が上がるのも致しかゆしといったところですね。6、スペック。車重は200キロ。重量バランスも良いので十分な軽量感があります。XSR900 は196キロなので4キロほど重くなっています。エンジン性能は最高出力120馬力、最大トルク93ニュートンメートルです。続き GSX-8S などは80馬力76ニュートンメートルなので比べるとかなりハイパワーです。ホンダ CB1000F は124馬力103
ニュートンメートル。トルクがやや CB1000F より低いですが、ピーク発生回転数が低いので、普通に走っていると XSR900 の方が体感は速いと思います。車体サイズは長さ2160、幅690、高さ1180、シート高835。幅がとても狭いですが、バーエンドミラーのおかげで普通のバイクより横幅を取ります。ミラーは畳めますが、走り出す時にまたグリグリ調整するのがだいぶ面倒ですね。タンク周りやシート下の幅が広くないので、乗車時にはすっきりコンパクト感があります。XSR900GP の最小回転半径は 3.5 メートルです。XSR900 も同じですが、他と比べてどれくらいかというと、DSX8R は 3.2 メートル、YZF-R9 は 3.4 メートル、YZF-R1 は 3.4 メートルとセパレートハンドル群の中でも大きい方です。バーハンドルの XSR900 もこの水準というのは驚きですね。バーハンドルモデルは一般的に2メートル台後半で、CB1000F は 2.8 メートル、Z900RS は 2.9 メートルとなっています。このように XSR900 シリーズは一般的なバイクの中では回転半径が極悪なので、取り回しでの切り返し回数は多くなりがちなので、狭い駐車スペースの場合は注意しておいた方が良いです。現行 MT-09 は 3.0 メートルに縮小されているので、そのうちアップデートして縮小されるかもしれません。7、まとめ。XSR900GP にマッチする人はこんな感じです。見た目が好き。やはり3気筒エンジンがちょうどいい。前傾こそバイクだ。しかし普通の SS では個性が足りない。日常の中で筋トレできるなんて素敵な極物。普通のバイク乗りと話が合わない。自他ともに認める変態気質。XSR900GP は見た目ファッションバイクで、中身はガチな乗車姿勢と運動性能を持った癖の強さ一級品の変態系バイクです。XSR900 にビキニカウルをつけるか YZF-R9 を選ぶのがどう考えても普通だと思いますが、そこをあえてここに行く尖った感性の持ち主はぜひペンタローの仲間になりましょう。また他のバイクとの詳細比較などもやっていきたいと思いますので、よろしければ高評価、チャンネル登録、ハイプをお願いします。ペンタロー LINE スタンプもあります。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。じゃあまたねー。